研ぐの教えてもらおうとってできますか？あ、全然いいです。そこからグイッと起こして、そのままもうひたすら。どうも。おお、びっくりした。弟子なんで。こんにちは。貝印切れ味チャンネル、いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日もビッグゲストお呼びしております。漁師渡るの仕事場、渡るさんです。ようこそいらっしゃいまして、ありがとうございます。かっこいい今日とにかく船。で今日これから切れ味チャンネルの方で、私が渡るさんの包丁を研がしてもらって、で後編は渡るさんの方のチャンネルの方で、その研いだ包丁でお魚さばいて調理してくれるというふうなことでやらせていただきますんで、今日昼前かな、天王寺がちょっと遊びに来たいなって言ってたんで、もしかしたら天王寺途中から乱入あるとちょっと中、はい、大丈夫です。いいですか？教えてもらって。すげえかっけえ。2人乗りなんですね。ですね。乗り込み2人なんで。これがいわゆる舵ですね。このラットとか言うんですけどね。もう油圧なんで昔はイメージこんなでかいじゃないですか。そうですよね。港出て走っちゃえばもうほぼほぼ手動じゃなくてこのオートパイロットで。お、マジっすか？はい、すげえ飛行機みたい。これで前進。だからこれがアクセルで。ちょっとエンジンかけてもらってもいいですかね？すみません。うわー、すげえ。馬力は1000馬力。すげえ。モンスターエンジン。燃料すごい食いません？食いますね、大きい。7分掛け、8分掛けぐらいの速度で走っとって1時間で100とか100リッター1時間で。すげえ。もうやっぱね、命を懸けてる男の道具、超ハイテク、力強い、かっこいいのを見せてもらって大満足です。ありがとうございます。はい、それでは渡るさんのご自宅に今お邪魔しておりまして、普段お使いの包丁をちょっと見せていただいてる感じなんですけど、この包丁がね、ちょっと出所入手記録わかんないですけど、うちにあったという。はい、全然使ってないです。使ってないです。これ新品ですよね。研いでもいないし、多分使ってもいないし。謎の包丁なんです。でこれちょっとまあ噂の結構有名な草のね、気まぐれブルーで。結構使ってるんですね、これは。これを今一番使っちゃいます。使っちゃうという言い方変だけど、そのおかげでこれがちょっとね、ほったらかしになってて、余計にちょっとサビまで出てきて。サビちょっと出ちゃってますね。で、今ねこれ使うんですけどね、この大きいタイとか。仕事柄ご自分で取った魚を結構晩酌してて、そのつまみにやるんですよね。その時にこれ使ってる感じですか？でちょっと使い方荒っぽかったですけど、ここでしちゃって大丈夫ですかねこれ？多分痛みもあるんで、もしあれだったらこれ私じゃあ研がさせていただければと思ってますけど。お願いします。ちょっとこれだいぶ研ぎ上手で薄く研がれてるんですけど、多分切れ味はすごい良かったと思うんですけど、痛みに弱いのでちょっとだけ耐久性上がるような研ぎ方こうしときましょうかね。ちなみになんですけど、研ぐの教えてもらおうとってできます？あ、全然いいです。聞いていただければ、じゃあお伝えできることはお伝えします。ちょっともしあれなら普段どうやって研いでるか見せていただいていいですか？はい、いえいえ。普通にこう当てがってこういう感じで。ああ、はいはいはい。そういうやり方しか知らないですよね。結構あれですか、狭い範囲でこうやって研いでるかですね。あ、砥石へこんでません？へこんでます。はい、それがね実はあんまり良くなくて、ただね不思議なもんで、そういうふうにへこんでるとこの刃が丸くなるのが普通なんですよ。で割とスパッと研げてらっしゃるので、丸い砥石で上手に研がれてるってちょっと思ったんですけど、ちょっとアドバイスするとしたら、同じとこだけで研がないでいろんなとこ使って研ぐと砥石が平らに減っていくので、結局真ん中だけへこんでてそこだけで研いでると真ん中がへこんで、そのへこみのところに研げてしまうので刃が丸くなることが多いんですね。古い包丁ありますね、こう丸い。でその後小刃付けってやってらっしゃいますか？いや、やってません。やってないですよね。多分そうだと思う。すごい鋭くてよく切れるんですけど、結局刃の先端が鋭すぎちゃうのでこういうふうにこぼれやすくなるんですね。で後でご覧に入れますけど、最後にこうやって研いだ後グッと起こしてちょっとだけ研ぐんですよ。そうすると二段刃になって切れ味そんなに落ちないんですけど、こぼれにくいと思うので、まあ、今後そういうふうに研いでいただければいいかなというところですね。サビちょっと落としていきましょうかね。全部研ぎ終わってからサビを落とすとせっかく研いだところが潰れちゃう可能性もゼロではないので、こういう
錆取り消しゴムってこれ中に塗料ってその要は研磨剤が入ってるのを樹脂で固めたものなので綺麗になるのでちょっとやってみます。錆びさせないのが本当は一番なんですけど、こんな感じでちょっとやってあげるとここだけでも少しピカピカですね。綺麗になりましたね。でこれちょっと粗めなんですね。もっと細かいのがあるんでこれも一緒にやってあげましょう。そうするともうちょっと目が細かくなって綺麗になる。まあざっとですけどね。めちゃめちゃ綺麗だ。はい。ここ見たら例えば素人が例えば箱ぼれ直そうと思ったらどうやってやるのか。最初のステップで言うと箱ぼれをまず削ってそれから肉厚を調整してあげてでシャープにしたら最後にさっきちょっと言ったコバっていうのをつけるんですね。でコバつけるのとこのこぼれ取るのってほぼほぼ同じ作業でどうするかっていうとこう当たってますでしょ普通の研ぎ方。そこからグイッと起こしてそのままひたすら研ぐだこれもう単純にそれだけそうですそうです。でそのための砥石はやっぱり粗いものを選んだ方が塗料が粗いんで削る力が速いんで中砥石とか仕上げ砥石でこれやったら日が暮れちゃうんで粗砥石を使うことがおすすめですね。もうこんぐらい起こしちゃっていいのでそうするともう本当にすごく狭いところが当たってるんで圧力がすごいかかりますから削れやすいんですよ。こうやってペタってやると圧力が分散するんで面積は広いんですけど時間がかかるんですね。どんな例えばもっとひどい箱ぼれでも同じです。結局は同じです。今ちょっとやっただけでとりあえずこれぐらいまでちっちゃくなった、10秒か20秒やったぐらいでこれくらいまでいってると。であとは今やってますけどなるべく砥石をまんべんなく使ってあげて、歪まないように研いであげる。で今これちょっとその研いだ跡があってで掛けが研いだ後の半分ぐらいのところになってますでしょ。研いだ時にこっち側に葉返りとかまくれって呼ばれるのが出てくるんですけどそこのところだけこぼれが残って見えるようになっていることがあるのでちょっとここで1回だけその葉返りまくれ張りを取って、どこまで取れてるかこぼれが取れてるか確認します。この時だけ1回中にして軽くでいいです。でこの時にあんまりストロークを大きくしてこの角あるでしょ、角のところにこうやってかかっちゃうとこの角でここに傷がつくんでなるべくこの範囲内にだけで動かした方が今までそれ実は言ったことないんですけど動画で、実はそんなちょっと気遣いもありますね。でここからが大変な肉抜きをやっていくということです。これ鋼の包丁じゃないですか、こっち側のマットな方が軟鉄でこっちのちょっと光ってる方が鋼なんですね。で軟鉄の方が柔らかいんでただベタッと当てて取るだけだと軟鉄の方が先に削れていってなくなってだんだんこういうふうになっててこう広くなっていくのが常にそういう方が多いんでこうやって当てたらどっちかっていうとね少しこっち側に絞る気持ちで研ぐと鋼の方と軟鉄が均一に削れるみたいなそんな感じになりますのでただし浮かしちゃダメです。浮かすと丸くなっちゃいますからね。ぺったりつけるんだけどどうでしょう73ぐらいの感じで刃先に圧力がかかるように研いであげると割と刃がつきやすい。これは切れ味チャンネルの和包丁編でも言ってる話なのでよかったらそちらもご覧いただければと思います。包丁ってなんかすごいです。やっぱりいろんな知恵が入っててここへこんでるのはご存知ですか？いや知らないです。平らじゃなくて実はへこんでるんですね。いくつか意味があってそうすることによって中がこうえぐれてるんで刃先が鋭く保ちやすいっていうことと切った時にここに空洞が空くんで切り離れが良くなるっていうこととあとはこれ我々のような研ぐ人間からしたら一番メリットがあることなんですけど研ぎ跡ってこの縁だけついてますでしょ。正しく研いでらっしゃるんですよ。人によってはねこれ裏研ぐ時にこうやって浮かしちゃって研ぐ人いるんですけどそれダメなんですよ。ぺったり当てて研ぐんです。さっきも何度かやりましたけどそうすると0度で研いでて刃がつくっていうことなのでぺったり当てる研ぎ方が正しい研ぎ方なんですがその時にここが平らだとそこの全部金属研がなきゃいけないので大変なんですよ。
ところがこういうへこんでることによってこの縁だけが砥石に当たってでここは単なる副産物でここだけ0度の刃がつくっていうことで型番になるっていうことで昔の鍛冶屋さんの知恵なんですよ多分ね。すごいですね。すごいですすごいです。刃物って。はい、すごいです。で今ちょっとここだけ研いだんですけど、まあさっき言ってたコバがほぼほぼなくなってるんですよね。でこの状態まで一回これ全部やりたいんですね。で刃こぼれ取ったところがこう線が残ってたのがここからここまではほぼほぼなくなって鋭い状態になって最初に言いましたけどここをちょっと丈夫な仕上げにしようかなと思っているのでもうちょっとだけ抜いて少し厚めの状態で残してもちろん切れるようにはしてますけどこれで7割8割ぐらいまできたかなと。どうも。おお、びっくりした。おはようございます。ありがとうございます。今日ね、ちょっと遊びに来て、わざわざさ、はい息子がやってるキッチンカー今寄ってきて差し入れ持ってきました。マジですか。マジうまいですよ。これありがとうござい桃のラッシュ。へえ。ちょっといいですか飲んで。飲んでください。桃だよね。桃食べてるみたい。そう。うまい。うまいよね。ありがとうございます。今どんな感じなんですか。もともとすげえ研ぐの上手なんですよ。鋭く研ぎすぎてて。あれだ、糸場がついてなかったんだ。ついてなかった。ついてなかった。ついてなかった。そういうことだ。詳しいな。さすが。僕は弟子なんで。線下に線でここを留めといて、で仕上げの番手高いやつで糸場。刃先をちょっと作っていこうかなと。線番。切れ刃を引き続き研いでって面を滑らかにしていきましょうね。はい。この泥出ましたでしょ。この泥ねうまく使うといいんですよ。どういうの？やっぱりこの研磨剤が削れてここ泥と金属の削れたの混ざってるんですよ。これが研ぐ手伝いしてくれてるので。そう。なるほど。はい。なので感覚的にはもうこうやってゴシゴシやっちゃって全然いいんですけど、やり方によってこの泥をこうやって間に挟んで泥の上で転がすみたいなこともあって番手が上がっていくとそういうことをよくやるんですね。でそうすると研ぎ目が綺麗になったりとか滑らかになったりとか。そうですね。でただねやっぱ包丁との相性がいろいろあるんで合う合わないがあるんですよ。これ割と今ここやったんだけど、そこそこ霞っていうとさっきの境目が綺麗に出てる。でしょうね。これまた多分次の番手に上げちゃうとまたその見方が変わっちゃうんですよ。なんでこの切れ刃は例えばこの1000番ぐらいで止めといてさっきお話しした小刃をもうちょっと番手の高いので研いでいくとかそういう組み合わせとかいろいろ試すのも研ぎの面白さですね。これを使ってワタポンが魚をさばくわけだ。そうちょっと待って一回ね1000番で小刃ちょっとつけときますよ。ちょっとつけとく。へえ。でどうやるかっていうと今までこうやって研いでたじゃないですか。ここからねグイッと上げちゃうんです。で45度ぐらいの感じでね本当にここ研ぎすぎちゃダメなんでちょっとでいいです。これぐらいでこれでもうここがついてますでしょ。見えます。でここもちょっとバリが出ちゃってるけどこの刃元のあたりをちょっと厚めにしてタイが結構さばくのが多いっていうんでタイの方に硬いんでこの辺をちょっと頑丈な刃にしてこっちをちょっと繊細な切れ味スパッといくような刃にするというような作戦で今やってます。でこれでちょっと下地つけたんで2000番で表側つけたらそのバリを取るぐらいの感じでちょっと軽くこうやって。今日はじゃあ2000番で仕上げで終わりっていう。そうですね。これでいいかなって感じです。ということで、一応完成でありがとうございます。道が合えるように美しくなってね。よかったね。これで今から思い存分お好きに使っていただいてじゃいいと思います。まだこぼれたらまだいるんで。あじゃあまたその時お願いします。承知しました。はい、切れ味チャンネルではこちら渡さんの包丁研ぐまでやらせていただいてますが。渡さんのチャンネルでこれを使ってお魚さばいていただくということを後編として作っていただけるそうなのでぜひそちらも楽しみに見ていただければと思います。バイバーイ。